はい、なるべく埃が落ちそうもなく風が入り込まないところに置いてる乾燥待ち、今日一日で乾くってことはないんですけど、強制乾燥ができないんで今こう置いてるんで、貴重な休日をなるべく有意義に使いたいんで、垂れてしまった部分ですね、流れてしまった部分、ちょっと待って、こういうね失敗しましたよっていう動画をなかなか撮る人いないんじゃないかなと思うんですけど、これがリアルでもよくあることじゃないかなと思うんで、これをじゃあどうリカバリーするかという動画やってみたいと思います。まず持ってきたのが1000番の耐水ペーパー、1000番で固めの当て板、これにペーパーをこう当てて、柔らかい当て板で研いだら失敗します。硬いのでやらないとダメ。これでも失敗するかもしれないけど、もう単純にねこの山になっちゃったところをね研ぎます。これがね難しいよね。これ垂れちゃったことに塗ってる時に気づいたんで、もう直すこと考えてちょっと厚めに塗るのは塗ってるんですけど、さあうまくいくかどうか。なかなか山が取れない。おお、下に出そう。あー出た、下地が出た。あーダメだこれ。出た、補修しないといけない。ちょっと下地が出ちゃいましたね。これ補修動画が撮れるな。これが気になるやつっているのか、他に。作業したやつだからコンビ分かるんだろうな。これこのままでもバレないと思うけど、まあ直しますけどね。よし、で1000番でタレの山を取りました。まあこれ以上できないかなっていう、一箇所ずつ下地出ちゃいましたけど、この裏の方ちょっとですけどね、まあそれはちょっと補修でそこだけ部分的に小さく塗って直すっていう方法なんですけど、それで直したいと思いますけど、とりあえず1000番取りました。次1500番ですね。トレックスっていう商品なんですけど、まあ1500番のペーパーです。で1000番の傷を消します。かつちょっとこう広めに研いで、塗装っていうのは若干柚子肌があるもんなんですけど、垂れたとこだけ研いでそこだけつるっとするとおかしいですよね。だから1000番よりもちょっと広めに研いで、1000番の傷を消すのと、ちょっとぼかし研ぎですね。ぼかし研ぎっていう言い方いいのかわからないですけど、1500番でちょっと広めに。こちらも裏側はちょっと下が出たんで、もう一回ちょっと塗るんですけど、1500番。はい、次が3000番。はい、3000番。後でちょっと何使ったか紹介しますけどね。これは水研ぎなんで今水つけました。で今度1500番の傷を消します。よし、 OK かな。はい、今度はコンパウンドをかけていきます。コンパウンドをかけてこの3000番の傷を消すと、ペーパー目消し1番ですね。ちょっと一番粗いコンパウンド。もうこういう部分はポリッシャー入んないんで、もう手磨きですよね。手で磨くしかない。で3000番の目が消えるまで一生懸命磨きます。まあ、ちなみにレストラだからこういうことやってますけど、実際新車でもね、エンジンルームとかトランクルームも結構よく見たら流れてたり色がついてなかったりするもんです。本当はね、やりすぎるのが本当レストラですよね。見えないとこまでこだわらないとねいけないような気になってやってますけど、はい、いいんじゃない。よし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 。で今度は2番。まあエンジンルームなんでもうこれで仕上げでいいんじゃないかなと思いますけどね。パフ目消しの艶出しの方ですね。2番で仕上げていきます。よし OK いいんじゃない。最初の流れてたとこちゃんと映ってたかな。ダラ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 ってなってたんですけど、ここねダラダラーンってなってたんですけど、もう全くわからないぐらいになりました。で残念ながら1箇所下地が出てしまったのはこれ
ちょっと黒くなってますけど、これもサーフェイサーの時点でもう流れてたのかもしれない。まあそれがどこかというとですね、これエンジンルームのこのストラットタワーの後ろ側なんで、これボンネット今ついてないからこう映りますけど、実際こうボンネットがつきますから、こうやって覗き込まないと見えない。一応ね、大きな垂れたところは治ったんで、気分的には良かったかなと思ってます。普通の旋盤の耐水ペーパーで硬い当て板につけて 100% 近いぐらい山を取って平らにしてから今度は旋盤のペーパー目を消すために1500番、これ20年ぐらい前に買ったもので個人で使ってるコバックスっていうメーカーのトレックスっていうものなんですけど、何枚入ってるんだこれ、相当入ってるな、一生あるな。これを専用のパッド、トレパッド、トレックスのパッド、これは最近買ったんですけど、これとっても便利なんですよ。テープになってて剥がしてペタッと貼ってこすると1500番ですね。1500番のペーパー目を消すために次にかけた3000番は同じメーカーのコバックスのバフレックスの3000番、これをまあ同じようにこういう風に貼って、こっちが硬い面になってこっちが柔らかい面になって、3000番なんであんま硬い面使うことないですけどね、柔らかい面に貼って使ったコンパウンドはどこのメーカーでもいいんですけど、僕が使ったものは石原ケミカルのユニコンのマイスターの1番粗めと同じメーカーの2番、これを普通のウエスにつけて、エンジンルームなんでポリッシャーが入らないんで手で磨いて、そういう風な段取りでやってみました。垂れたとこ磨いてみる動画撮ってみたんですけど、一箇所下地が出ちゃいました。どうやって直すかっていうのをこの勢いでちょっと撮ってみようかと思います。撮影しにくい場所、下地のサーフェイサーが出ちゃった状態ですね。こう下が出たっていう言い方よくするんですけど、この一帯を塗って分からなくする方法、乾かないとぼかし際っていうところを磨いたりする作業ができないんですけど、色を塗って作業だけちょっとやってみようかなと思います。はい、下地が出てるのはここだけなんですけど、大きめにぼかしができるように準備しなきゃいけないんで、足付けと準備するとこ取ってみようかと思います。マスキングして色を塗って、木はざらつくんで、そのざらつきがなくなるように塗料をシンナーなりぼかし剤で薄めたものをさらに広範囲に広げて塗るっていう感じですよね。で最終的には乾いたらざらしついたところをまずさっきのようにコンパウンドで磨いてつるっとさして分からなくする。で足付けなんですけど、ここはペーパーで研いだんで際になる部分ですね、ここもやっぱちゃんと準備をしとかないと磨いた時にもう塗料がポロポロ剥がれちゃうんで、これもかなり年季入ってますけど、フェザークリーン、ぼかし際の足付け剤ですね、こういうのがあります。これでなるべく広い範囲磨いて準備をしたいと思います。ちゃんとこの準備しとかないと後で磨いた時にうまくいかないんで結構重要になります。こういう専用品じゃなくても、さっき使ったコンパウンドの一番の粗めでも同じような用途で使えるんですけどね、とにかくこう足付けですよね。なるべく広範囲に、広ければ広いほどいいと思う。よし、はい、直さなきゃいけないの、こういうプレスラインを使ってマスキングしていきたいんですけど、ここをマスキングテープでバチッと普通に貼って切っちゃうと段差ができますよね、どうしてもね。その段差が見えにくくなるマスキングテープの貼り方っていうのをご紹介しようかなと思います。こうペタッと貼っちゃうと、ここの塗装を切った跡がピタッと出ちゃうんで、簡単に言うと角だけですね、こう折ってペタッと貼ってもここだけはちょっと浮くような状態にするんですよね。均等に折れてないとまた塩梅悪いんで、僕なんかはこうやって折ってスーこう均等にスーッと折れてると思うんですけどね、同じ幅で。こういうマスキングテープをちょっとこう加工して切り際が分かりにくくする方法をとってます。これをついたものをこう貼ってマスキングするのにこういう風に切ったんですけどね、ライン、今作ったマスキングテープを貼ったらちょっと浮くんですよ。こういう状態、ちょっと浮かした状態になるんで、貼った時にだからこうシュシュッと色がかかってもバチッとラインが切れない。僕はこうやってるんですけどね、こんな感じ。はい、そんなもんでしょ。途中でぼかすんで、こういう風な感じで、なるべく散らないように紙貼ってるんですけど、ちょっとこう浮かしとく。シ
シュッシュッと拭いて、霧がさーっと入っていくぐらいだったら後でコンパウンドで磨けば取れるんで、もうどこで切ったか分からなくなるぐらいになるんで、こういう風なマスキングの仕方ですね。でここだけをなるべくピンポイントで塗って、ぼかしで薄めた塗料をさらに広範囲で塗ってなじますっていうやり方ですね。やってみます。やりすぎると流れるし、でもあんまり薄いと磨いた時また下が出るし、うふふ塗りにくい。そして油圧をちょっと下げて、突出も下げた方がいいかな。突出うわー、もう出すぎる。難しい。かな。でガンの中に塗料が残ってますんで、これにちょっとシンナーを足してさらに薄めた状態のものを色決めしたところの周りに塗ってざらつきを消すっていう作業を今からします。この中にシンナーを若干入れてきます。残った塗料の倍ぐらいですかね。これまた慎重に。よし OK。 こんなもんだ。この辺りでしたよね、下が出てたの。色決めしてその周りを薄めた塗料でざらつきを取ると。最終的にはコンパウンドで磨いて完全にざらつきを取るんですけど、これがぼかし塗装スポットぼかしですね。今回下地を出してちょっと失敗しちゃったんで、こういう動画も撮れたかなと。午前中に塗ったZ のカバーが今日天気が良かったんで外出して太陽当てたら乾きました。もう磨きもできそう。何箇所かちょっとコットこの辺とかね、ちっちゃいほこりがどうしてもつくんで、この辺も磨いて仕上げていきたいと思います。こうバルジになってるからこうマスキングがね結構大変だったの。昨日帰ってテレビ見ながらマスキングしたんですけど、家でねこうやって裏もこうテープ貼っとかないと表塗った塗料がこう裏入ってですねガサガサになっちゃうんで、パッと開けて見える部品ですからね。開けたら裏が見えるんで、裏側もねテープ当てたら綺麗に仕上がります。だいぶ前に裏を塗って段取りしてたんですけどね、強制乾燥ができないんで、こういう段取りが考えてやらないとなかなかね進んでいかないんですよね、こういう作業がね。ゴミを取ります。さっき話した通り同じものを使って1500番ぐらいから始めます。これが1500番のペーパー、これ専用の台なんでテープになってるんで、貼り付ける便利なんですよこれ。ここへ彫彫りがついてるんで、これをこうテープで今途中ですけど、これをゴミペーパーで取ります。このぐらいのゴミならねすぐ取れます。もう一箇所簡単に取れます。下地が出ないように。塗ってよって言われて1年ぐらいちょっと置いてたんですけどね、やっと完成しました。肩の荷が下りたんで3000番1500番の傷を取ります。1500の次にそのままコンパウンドで磨いてもいいんですけどね、なかなか傷が取れるまで時間かかるんで、面倒でも3000番かけるようにしてます。はいね、なくなりました。ほら
分かりますかね。なんか板金作業よりもほんと塗装ってちょっと撮影が難しい。いいんじゃない。あとは車につけてからもう一回磨くような感じかな。はい、完成です。